今日はアップルティー蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はアップルティー蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、紅茶のアップルティーの茶葉を使った蒸しパンを作っていきます。こちらホットケーキミックスを使って作るので、すごく手軽で簡単に作ることができます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、お砂糖、卵、サラダ油、アップルティーの紅茶の茶葉、お湯。今回はこちらの材料で作っていきます。まずお砂糖なんですが、今回は白砂糖を使っていきます。こちらはお好みでグラニュー糖またはきび砂糖などでも OK です。そして卵は L サイズを使っていきます。こちらはもし L サイズがない場合は M サイズでも OK です。その分少しだけ生地の量が少なくなると思います。そして油ですね。こちらはサラダ油を使っていきます。代用で米油または香りのない油でも OK です。そして今回ね、アップルティーの茶葉なんですが、こちらリプトンのアップルティーを使っていきます。今回はアップルティーなんですけれども、お好みのフレーバーティーで作っていただいても大丈夫です。そして今回はこちら8号サイズの紙カップを使用していきます。こちら100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。両面シリコン樹脂コートされているカップです。こちらのカップを使っていくんですが、カップ単品だと生地を入れた時にビヨンと広がってしまいます。なのでそれを防ぐためにこちら8号サイズのシリコンカップに敷き詰めて使っていきます。こちらもですね、100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。あるいはですね、この紙カップなしでシリコンカップに直接生地を流し入れていただいても OK です。このようなね、シリコンカップがない時はココットでも大丈夫です。その場合は同じぐらいの大きさのココットに入れて作ってみてください。こちらのセットは必ず生地を作る前に作っておきましょう。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにですね、こちら紅茶の茶葉を蒸らしていきます。ここにお湯を入れてください。そして混ぜます。混ぜたらですね、ここにラップをしてこのまま紅茶の茶葉を蒸らしてください。そうすることでアップルティーの香りが引き立って美味しくなります。それではね、使うまでこのままだいたい5分ぐらいですね、置いといてください。それでは続いて生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そしてまず卵だけを軽く溶きほぐします。こんな感じでざっと溶きほぐしてください。そうしましたら続いてここにお砂糖を入れます。こちらのお砂糖の注意点なんですけれども、お砂糖を加えたらすぐ混ぜるようにしてください。砂糖を加えてからそのまま放置してしまうと、お砂糖が卵の水分を吸って粒々ができてしまう時があります。なので必ず砂糖を加えたら手早く混ぜるようにしてください。では入れます。そして混ぜましょう。だいたい30秒ぐらいですね、しっかり混ぜてください。はい、 OK です。お砂糖のシャリッという感じがほとんどなくなるまでしっかりと混ぜてください。そうしましたら続いてここにサラダ油を入れます。そしてこちらもよく混ぜましょう。だいたいね30秒ほど混ぜてください。はい、 OK です。30秒ぐらい混ぜるとね、ちょっと白っぽくもったりした感じになります。そうしましたら続いてここに牛乳を加えます。一度にね加えちゃって OK です。そしてよく混ぜます。それでは続いてこちら蒸らしておいた紅茶の茶葉を入れていきます。今ねこんな感じの状態になってます。これをね茶葉ごと入れてください。そしてよく混ぜましょう。すごくねアップルティーの香りがしてきます。はい、でよく混ぜたら続いてホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスは比較的ダマになりにくいんですが、このように一度ふるっておいた方がね綺麗に生地が混ざり合います。このように入れたらよく混ぜましょう。最初はね粉が飛び散らないように優しめに混ぜましょう。あとはねダマができないようにしっかり混ぜてください。
はい、OK です。このようにダマがなくなるまでしっかりと混ぜましょう。生地の硬さはこのぐらいです。結構緩めですね。タラタラタラーと生地がつながって流れ落ちるぐらいの生地の硬さになります。このぐらい緩いのでスプーンでね、この後型に入れていただいても大丈夫なんですが、このようにね、注ぎ口がついてるものに入れ替えていただくと作業がスムーズにいくと思います。ただね、ちょっと洗い物が増えるので入れ替えはお好みでやってください。そうしましたらですね、今回私は入れ替えていくので、このね、注ぎ口がついたものに入れ直します。はい、OK です。それでは型に流し入れていきます。ではね、型の8分目から9分目ぐらいまで生地を流し入れていきます。それではね、残りも全部入れていきましょう。はい、このように型に流し入れてください。今回はね、8号サイズのカップで8個分になります。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。ではね、フライパンを用意してください。まずここに底から1センチほどの水を注ぎ入れてください。入れたらですね、一度こちらのお水を沸騰させます。火加減は中火です。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。この時に蒸気がね、わっと上がってくるので、やけどしないように注意してください。そしたらですね、この中に型を入れます。この時もやけどには注意してください。はい、このように並べます。そしたら蓋をして、そして火にかけます。火加減弱めの中火です。このまま10分蒸していきます。もし途中でお湯がなくなりそうになった場合は、お水を追加して蒸し続けてください。火加減はこのぐらいの弱めの中火です。はい、10分経ちました。火を止めます。そして蓋を開けます。じゃじゃーん。はい、こんな感じでふっくら美味しそうに仕上がってます。それではね、こちら取り出したいと思います。もし生焼けが心配な場合は、一度竹串で真ん中を刺して生の生地がついてこないかチェックしてみてください。それでは取り出したいと思います。ちょっと熱いのでね、やけどしないように取り出してください。少しね、この状態で粗熱を取ってから取っていただいても OK です。はい、取り出しました。それではですね、こちらのシリコンカップを外します。この時もね、熱いのでやけどには注意してください。はい、OK です。それではですね、一旦このまま軽く粗熱を取ります。軽く粗熱を取るときは表面が乾燥しないように上にね、ふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。はい、粗熱が取れました。こんな感じでね、ふっくらと美味しそうに仕上がりました。はい、これでアップルティー蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにふっくら膨らんで美味しそうに仕上がってます。はい、そして中はこのようにふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。アップルティーの香りがしてすごく美味しいです。美味しい。そして生地もしっとりふわふわです。ここにね、ちょっと生クリームをつけても美味しいと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のアップルティー蒸しパンのポイントです。まず今回はアップルティー蒸しパンということで、紅茶の茶葉のアップルティー味を使ってます。今回私はね、リプトンのものを使ってるんですけれども、こちらをね、お好みのものを使ってください。まず生地を作る時のポイントです。生地を作る時はまずはじめに紅茶の茶葉をお湯で蒸らしてください。そうすることでしっかりとアップルティーの香りを引き出すことができます。時間で言うとだいたい5分ほど蒸らしてみてください。そしてその後ですね、生地を作る時は材料を一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。注意していただきたい点はお砂糖ですね。こちらは加えたら手早く混ぜるようにしてください。砂糖を加えてそのまま置いておくと砂糖が卵の水分を吸ってつぶつぶができてしまう時があります。なのでお砂糖を入れたらすぐ混ぜるようにしてください。そして一つずつ材料を加えて材料を加えたらよく混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラもなく生地の馴染みも良くなります。そして全部生地を混ぜたらその後型に流
流し入れるんですが、流し入れる時は注ぎ口がついてる容器に移し替えていただくとやりやすいと思います。ただこちらはですね、マストではないので、移し替えるのが面倒だなっていう時はスプーンで入れていただいても OK です。そして蒸す時のポイントです。蒸す時はまずフライパンにそこから1センチほどのお湯を沸かしてください。そしたら一度火を止めて肩を入れるんですけれども、この時にやけどしないようにだけ注意していただけたらと思います。あとは蓋をして弱めの中火で10分蒸してください。そして蒸し上がったら一度ね、竹串で生の生地がついてこないかチェックしていただくといいかなと思います。ここでもし生の生地がついてくる場合は追加で 1,2 分ほど蒸してみてください。あとは取り出して軽く粗熱を取ってから召し上がっていただけたらと思います。こちらですね、もし余った場合は1つずつラップにくるんで、そしてジップ袋の中に入れて冷凍保存することもできます。冷凍保存する場合はだいたい1週間から2週間ほどを目安に召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はアップルティー蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。